はい、皆さん、こんにちは。はい、今からですね、体幹のインナーマッスルの一つである腹横筋という筋肉を使うね、エクササイズを紹介していきたいと思います。はい。まず、腹横筋がちょっとわからない方のために、ちょっとこの図を見てください。図の中心にね、腰椎と骨盤がね、あります。で、この腰椎と骨盤の左右からね、腹巻きで覆うようにある筋肉が、これは腹横筋になりますね。はい。ありがとうございます。で、この腹横筋なんですけど、腹筋の一つにあるんですけれども、普通の腹筋と違ってね、体を曲げるような動きでは使えません。どうするかっていうと、背筋をしっかり伸ばした状態で、お腹をへこめる。ただ単にこれだけでいいんですけれども、これね、なかなかちょっと最初は難しいので、一番やりやすい姿勢でね、やっていきたいと思います。まず、仰向けに寝ましょう。これが一番ね、やりやすい姿勢になります。はい。で、まず仰向けになったら、最初にチェックするべきことは、腰と床の隙間ですね。そこに少し手を入れてみて、腰とね、床の隙間を確認します。はい。で、確認ができたらもうこの隙間のね、感覚が変わらないようにしましょう。例えばこれが、極端に反りすぎると、隙間が広くなりますよね。これはね、腰回りの緊張が強くなって、腹横筋の力がうまく使えませんから、これはダメです。はい。で、逆に今度は、背中を丸めるように、床にね、背中をベタッと押し付けるようになってしまうと、これ表面のね、腹直筋っていうね、アウターマッスルが力入るだけで、腹横筋は使えてませんから、これもダメです。はい。ですから、自然に背筋を伸ばした状態ね。この状態で、スタートになります。はい。まずこのスタートポジションを確認します。はい。で、あとここからやるべきことっていうのは、もうただお腹をね、へこめるだけ。へこめるだけなんですけれども、先ほども言いましたように、背筋を伸ばした状態が自然な形です。反りすぎたり、曲げてね、腰を床に押し付けるようなことがないようにやらなくてはダメです。はい。ではまず、はい、両手を腰の横に置きます。はい。じゃあこの姿勢から背筋を自然に伸ばして、可能な限りお腹を、はい。じゃあへこめていきましょう。はい。ぐーっとへこめて。ちょっと映像としては分かりづらいんですけれども、今ね、不自然に、曲がったり反ったりはしてないので、これでね、OK です。これで、お腹全体にね、力が入ってる、ね、感じは出ますので、はい。じゃあ、一回ちょっと力抜いてください。はい。で、じゃあ、もう一回ちょっとおさらいになるんですけど、ちょっとね、はい、お腹をへこめます。で、へこめてちょっと腰に床をつけるようにしてみてください。はい。はい。これね、へこめることはできても、腰が床についちゃうとさっきも言ったように表面の腹直筋っていうね、筋肉に力が入ってるだけになります。結構こういう間違いが多いんで、ここね、すごいちょっと注意してほしいんですけれども、はい。じゃあもう一回ちょっと背筋を自然に伸ばして、はい。今この自然に伸ばした状態とさっきね、床についた状態でね、違うのはもうこれ一目瞭然でわかるかと思います。必ず、やるときは、腰に床がつかないようにね、この最初の隙間をね、変えないようにお腹をへこめます。はい。へこめて、そうですね。はい。結構です。はい。じゃあちょっと立ち上がりましょう。はい。ではね、今のがね、腹横筋というね、体幹のインナーマッスルの、をね、使うエクササイズのね、ドローインというね、エクササイズになります。すべてのね、トレーニングの基本になりますので、特に初心者の方はですね、まず一番初めにこれをやっていただくのが、一番ね、安全にトレーニングを進めていくことがね、できますので、ぜひね、取り入れてみてください。はい。では、以上になります。じゃあ、チャンネル登録もね、お願いいたします。ありがとうございました。